んにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはアントワーヌ・ド・サンテグジュペリによる珠玉の物語、星の王子様です。この作品は全世界で2億冊以上を売り上げ、500以上もの言語、方言に翻訳されていると言われています。これは歴史上最も多く読まれ翻訳された本の一つであり、まさに世界中の読者に愛され、時代を超えて読み継がれている不朽の名作と言えるでしょう。一見すると手に取りやすいボリュームかもしれませんが、そこに込められたメッセージの深さ、豊かさは計り知れません。新潮文庫版ですと約160ページほどでしょうか。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている本当に大切なものは何か、純粋な心、そして人生の意味を静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。星の王子様は1974年のミュージカル映画や2015年のアニメーション映画などさまざまな形で映像化されています。日本でも1978年から1979年にかけて星の王子様プチプランスというタイトルでテレビアニメが放送されました。その他舞台化やオペラ化など数多くのメディア展開がなされ、多くの人々に多様な感動を与え続けているのです。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したアントワーヌ・ド・サンテグジュペリと作品が書かれた時代について、まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣でその息遣いを感じられるかのように深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。作者であるアントワーヌ・ド・サンテグジュペリは1900年にフランスのリヨンで由緒ある貴族の家系に生まれました。彼は作家であると同時に情熱的な非行家でもあり、彼の人生そのものがまるで一つの冒険物語のようでした。著者の魂の遍歴。サンテグジュペリの幼少期は比較的裕福なものでしたが、4歳の時に父を亡くし、母や兄弟との絆の中で育ちました。12歳の時に初めて飛行機に乗った経験が彼の魂に空への尽きせぬ憧憬を刻み込んだと言われています。兵役をきっかけに本格的にパイロットの道を歩み始め、郵便飛行士としてヨーロッパ、アフリカ、南米の空を飛び回りました。その過酷な任務は彼に孤独や友情、責任、そして死と隣り合わせの生といったテーマを深く思索させ、後の作品群の豊かな土壌となります。1935年、パリからサイゴンへの飛行記録に挑戦中、リビア砂漠に不時着し、数日間の渇きと飢えの末に奇跡的に救助されるという壮絶な体験をします。この砂漠での体験は星の王子様の着想に大きな影響を与えたと言われています。彼の妻コンセーロスンシンとの情熱的で時に複雑な関係は、王子様が愛した気まぐれなバラの姿に投影されているとも解釈されています。サンテグジュペリは行動の人であると同時に深い思索家でもありました。人間であるということは取りも直さず責任を持つことだという言葉を残した彼は、常に人間としての尊厳や精神的な価値を追求し続けました。その思想は夜間飛行や人間の土地といった作品にも色濃く反映されています。星の王子様は第二次世界大戦という暗黒の時代に執筆されました。サンテグジュペリは1940年のフランス降伏後、ナチスドイツの占領を逃れてアメリカへ亡命します。ニューヨークでの亡命生活の中で祖国への深い憂慮と戦争の不条理さに対する苦悩を抱えながらこの物語を紡ぎ出したのです。
当時のヨーロッパは戦火に覆われ、自由は踏みにじられ、人々は不安と絶望の中にありました。パリのカフェもかつてのにぎわいを失い、街には占領軍の影が色濃く落ちていたことでしょう。このような時代背景の中で、星の王子様は子供の純粋な視点を通して大人の世界の愚かさや空虚さ、本質を見失った価値観を痛烈に、しかし優しく批判しています。戦争という極限状況の中で彼が描いたのは、権力や数字にしか興味のない王様や実業家、自分の星しか知らない地理学者といったどこか滑稽で悲しい大人たちの姿でした。それとは対照的に、王子様は肝心なことは目に見えないんだよという狐の言葉を胸に、愛や友情、絆といった普遍的な価値を求め続けます。この物語は物質的な豊かさや効率ばかりを追い求める現代社会への警鐘とも受け取れます。星の王子様が出版されたのは1943年。まずはアメリカでフランス語版と英語版が同時に刊行されました。サンテグジュペリの母国フランスではナチスの検閲により彼の作品は発禁処分となっていたため、フランスでの出版は戦後の1945年になってからのことです。戦時下という絶望的な状況の中で、この物語は多くの人々の心に希望の羽を灯し、人間性の回復への切りなる願いを届けたのではないでしょうか。批評家たちは当初、この本が子供向けなのか大人向けなのか判断に迷ったといいます。しかしその指摘で哲学的な内容はやがて国境や世代を超えて多くの人々の魂を捉え、今なお私たちに本当に大切なものは何かと問いかけ続けているのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ることで、物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよ星の王子様の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、大人たちがいつしか忘れてしまった純粋な眼差しと本当に大切なものを見つめる心、孤独な飛行士と小さな王子様の出会いが織りなす宇宙でたった一つのかけがえのない絆の物語です。それでは王子様が私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。序章、サハラの孤独に舞い降りた星屑の王子との開口。物語の幕はエンジンのうめき声が途絶えた飛行士の絶望から開かれます。そこは荒漠たるサハラ砂漠。灼熱の太陽が容赦なく肌を焼き、夜には凍てつくような静寂が支配する、まるで命の営みを拒むかのような不毛の大地でした。一滴の水も人の気配もない孤独の海で、彼はエンジンと格闘し、生きるための渇きと戦っていました。そんな極限の静寂を破ったのは、夜明けの薄明かりの中、不意に聞こえた鈴を振るような澄んだ声だったのです。お願い、羊の絵を描いて。そこに立っていたのは、金色の髪を風になびかせ、星空を映したような真摯な瞳を持つ小さな王子でした。その存在はあまりにも場違いでありながら、しかしあまりにも純粋で、まるでこの世の断りを超えた奇跡そのもののようでした。疲労と渇きが生み出した幻影かと飛行家は疑いましたが、王子の言葉は乾いた砂に染み込む一滴の水のように不思議な力を持って彼の心に響き渡ります。それは忘れかけていた子供の頃の感受性、大人になる過程で置き去りにしてきた本当に大切なものへの扉を静かにノックする音だったのかもしれません。この開口が飛行士の心に、そして読者の心に星々をめぐる壮大な旅の始まりを告げる運命のプロローグとなるのです。王子の眼差しにはこれから語られるであろうあまたの出会いと別れ、そして魂の成長の物語が静かに秘められているかのようでした。第1章、小さな惑星 B612 の優秀。一輪のバラとの愛と棘、そして暁の旅立ち。王子の故郷は家ほどしかない小さな惑星 B612 番星でした。そこには3つの火山があり、そのうち2つは活火山で、もう1つは死火山でした。毎朝
律儀に火山のすすを払い、そして星の土壌を蝕むバオバブの芽を、それが手遅れになる前に抜き去ることが彼の日課だったのです。それは彼が愛する星を守るためのささやかではありますが、絶対的な責任の象徴でした。ある日、どこからか種が飛んできて、星に一本の美しいバラが咲きました。そのバラは類まれなる美しさを持つ一方で、気ぐらいが高く、虚栄心に満ち、王子を翻弄する気まぐれな言葉で彼を悩ませました。彼女の4つの棘は、か弱い自分を守るための武器だと嘘吹きますが、その言葉の棘は王子の純粋な心を深く傷つけたのです。私、おバカだったわね。ごめんなさい、幸せになってね。王子が星を去る決意を固めた朝、バラは初めて素直な言葉を口にしました。しかし、その時にはもう、王子の心は彼女の言葉の裏にある真実の愛情を見抜くことができませんでした。彼はただただ彼女の気難しさに疲れ果てていたのです。王子は渡り鳥の群れに助けられ、愛する星と愛憎半ばするバラに背を向け、まだ見ぬ世界へと旅立ちます。それは大人たちの不可解な世界への探求であり、そして何よりも本当に大切なものとは何かを見つけ出すための孤独で切ない魂の巡礼の始まりでした。夕日を44回も眺めたという彼の星での最後の日は、言葉にできないほどの深い悲しみと未来へのかすかな希望がないまぜになった忘れがたい情景として心に刻まれることでしょう。第2章、大人たちの滑稽なる肖像画。王様、うぬぼれ屋、のみすけ、実業家、天豆腐、地理学者、それぞれの孤独な軌道。王子の旅は奇妙な大人たちが一人きりで住む小惑星群へと続きました。最初に訪れた星には自分の権威を何よりも重んじる王様がいました。彼は命令が実行されるためにはそれが実行可能なものでなければならないというある意味で道理をわきまえた王でした。しかしその実、誰一人いない星で太陽に昇れ沈めと命じているだけの孤独な支配者だったのです。次に訪れた星には称賛の言葉以外は耳に入らないうぬぼれ屋がいました。彼は王子を唯一の崇拝者とみなし、帽子を取って挨拶する自分の姿に恍惚としていましたが、その称賛の奥にある虚しさに気づくことはありません。3番目の星ではのみすけに出会いました。彼は酒を飲むことを恥じているから酒を飲むという自家同着の無限の繰り返しにとらわれ、自らの悲しみから目を背けていました。4番目の星の実業家は自分が所有していると信じる無数の星をひたすら数えることに忙殺されていました。星を所有することで何になるのかという王子の素朴な問いに、彼は金持ちになるためだ、そしてまた新しい星を買うためだと答えます。しかしその星々の美しさをめでる時間も心も持ち合わせていませんでした。5番目の星には1分ごとにランプを灯しまた消すという命令を忠実に守り続ける天豆腐がいました。彼の星は年々自転が速くなり、彼は休む暇もなく点灯と消灯を繰り返していましたが、命令だからという理由だけでその行為の意味を問うことはありません。それでも王子は彼だけが他者のために働く唯一意味のある仕事をしていると感じるのでした。最後の6番目の星には自分の書斎から一歩も出ず探検家の報告だけを頼りに地図を作る地理学者がいました。彼は花のように儚いものは記録に値しないと言い放ち、王子に次に行くべき星として地球を進めるのでした。これらの大人たちは皆それぞれの小さな世界に閉じこもり、数字や所有、権威や虚栄といった目に見えるものだけにとらわれ、真の豊かさや他者とのつながりを見失っています。彼らの姿は現代社会に生きる我々自身のどこか滑稽でどこか悲しい自画像とも言えるでしょう。第3章、地球という名の高漠な庭。無数のバラに心砕かれ、狐がささやいた絆を作るという秘密の呪文。地理学者の勧めに従い王子がたどり着いた地球はあまりにも広大で、彼が想像していたものとは全く異なる場所でした。
最初に彼に言葉をかけたのは、月の光のように冷たい輝きを放つ蛇でした。触れた者はそいつがもといた土に返してやるのさと謎めいた言葉を残します。やがて王子は何千ものバラが咲き乱れる庭園に迷い込みました。自分の星のバラこそが宇宙で唯一無二の存在だと信じていた王子は、ありふれたバラが無数に存在することを知り、深い孤独と失望に打ちひしがれます。僕のバラはそこらに咲いている花とちっとも変わらないんだ。彼はそう言って草むらに突っ伏して泣きました。そんな失意の王子に一匹の狐が声をかけます。狐は王子に飼いならすということの意味を教えました。飼いならすっていうのはね、絆を作るってことさ。最初は他の何万という狐と同じだった彼が王子に飼いならされることによって、王子にとってかけがえのない世界でたった一匹の狐になるのです。そして金色の小麦畑を見るたびに王子の金色の髪を思い出すようになるのだと語ります。狐は別れの際に最も大切な秘密を王子に打ち明けました。肝心なことは目に見えないんだ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。そして君が君のバラにあれだけ時間をかけたから、君のバラはそんなにも大切なものになったんだ。君は君が飼いならしたものに永遠に責任があるんだと続けました。この狐との出会いと別れを通じて、王子は目に見える美しさや数ではなく、費やした時間、築き上げた関係性こそが物事の本質的な価値を生み出すという深遠な真理を悟ります。それは B612 番星に残してきた一輪のバラへの愛を再確認し、彼女への責任を深く自覚する魂の大きな転換点でありました。第4章、乾いた心に染み渡る命の水。砂漠の奥深く、2人で見つけた本当に大切なもの。飛行士がサハラ砂漠に不時着してから8日目、飲み水は尽き果て、彼の心身は限界に近づいていました。王子の無邪気な言葉や彼の星の物語に耳を傾けながらも、飛行士の現実は過酷だったのです。しかし王子は言います。砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠しているからだよ。その言葉に導かれるように、2人は灼熱の太陽の下、星明かりを頼りに果てしない砂漠を歩き始めました。それは物理的な水を探す旅であると同時に、生きる意味や見えないものの価値を探求する心の旅でもあったのです。長い探索の末、夜明けとともに彼らはついに古びた井戸を見つけ出しました。飛行士がきしむ滑車を回し汲み上げた一杯の水、それは単なる渇きを癒す液体ではありませんでした。共に歩いた苦労、星々の輝き、そして互いの存在への信頼が溶け込んだ、まさに心へのご馳走だったのです。人間たちは急行列車に乗り込むけれど、自分たちが何を探しているのか分かっていないんだ。だから落ち着かなくなってぐるぐる回っているだけなんだよ。王子はせわしなく生きる大人たちの姿を憂いました。そして飛行士は気づくのです。本当に大切なものは目に見える形や便利さの中にあるのではなく、それを得るために費やした努力や共有した時間、そして心で感じることのできるつながりの中にこそ宿るのだと。井戸の水がただの水ではなく、クリスマスの贈り物のようであったと飛行士が語るように、その水は2人の間に生まれたかけがえのない友情と王子が教えてくれた心で見ることの大切さを象徴していました。この砂漠での体験は飛行士にとって大人になる過程で見失っていた純粋な感受性と人間存在の根源的な価値を再発見する魂の洗礼となるのです。第5章、夜空にきらめく永遠の約束。星の王子、涙と微笑みの彼方へ帰る。地球に来て1年、王子は自分の星へ帰る時が来たことを悟りました。それは彼が最初に地球に降り立った場所の近く、あの謎めいた蛇との再会を意味していました。王子は飛行士に、自分の体は重すぎて故郷の星へは持っていけないのだと告げます。それは死を暗示する言葉でしたが、王子はそれを古い抜け殻を捨てるようなものだと悲しむ飛行士を慰めるように語りました。夜になったら星をご覧よ。僕の星はあまりにも小さいから
どこにあるか指で教えてあげられないけど、その方がいいんだ。僕の星は君にとってはたくさんの星の中の一つになる。そうすれば君はどの星もみんな好きになるだろうからね。星はみんな君の友達になるんだ。そして王子はこう続けました。君が夜空を見上げた時、僕がその星のどれか一つに住んでいて、その星のどれか一つで笑っているから、君には星という星がみんな笑っているように見えるだろう。君は笑うことを知っている星を持つことになるんだ。別れの夜、約束の場所で王子は蛇に足首を噛まれます。まるで金色のマフラーが落ちるように、彼は静かに砂の上に倒れました。その瞬間、飛行士の心は張り裂けんばかりの悲しみに襲われます。しかし彼は王子の言葉を信じ、彼が自分の星へ帰ったのだと、そして夜空の星々の中で永遠に生き続けるのだと自らに言い聞かせるのでした。王子の肉体は消え去っても、彼が残した言葉、彼と共に過ごした時間、そして彼が教えてくれた肝心なことは、飛行士の心の中に、そして夜空を見上げるすべての人の心の中に、消えることのない光として明かり続けます。それは別離の痛みを超えた魂の永遠のつながりを約束する星々のささやきにも似た静かで深遠な約束だったのです。終章。心にともり続けるあの小さな星の王子が私たちに問いかけること。見えないけれどそこにある宝物。飛行士があのサハラ砂漠から生還し、小さな王子と別れてから6年という歳月が流れました。彼の心には今もなお王子の金色の髪、鈴を振るような笑い声、そして彼が語った星々の物語が鮮やかに息づいています。彼は王子のために描いた羊の絵にうっかり皮紐を描き忘れたことを思い出し、王子が自分の星であの美しいバラを羊から守れているだろうかと案じることがあります。その思いは夜空を見上げるたびに彼の胸を締め付け、そして同時に温かな光で満たすのです。サンテグジュペリがこの物語に託したのは、大人になる過程で私たちが置き忘れてしまう子供時代の純粋な視線、そして本当に大切なものは何かという根源的な問いです。私たちは王様のように権威を求め、うぬぼれ屋のように称賛を渇望し、実業家のように所有することに心を奪われてはいないでしょうか。天道府のように意味も問わずに日々の決まり事をこなし、地理学者のように頭でっかちな知識だけで世界を分かったつもりになってはいないでしょうか。王子が教えてくれたのは、絆を結ぶことの尊さ、時間をかけて育む関係性の価値、そして何よりも心で見なければ物事はよく見えないという真実です。私たちの日常は目に見えるもの、数字で測れるもの、効率や生産性といった言葉であふれています。しかし本当に私たちの心を豊かにし、人生を意味あるものにするのは、家族や友人との愛、ささやかな日常の中にある美しさ、誰かのために尽くす喜びといった目には見えないけれど確かにそこに存在する宝物ではないでしょうか。この物語は私たち一人一人に静かに、しかし力強く問いかけます。あなたは自分自身のバラを大切にしているでしょうか。あなたは誰かと真の絆を結んでいるでしょうか。そしてあなたは夜空の星々にあの小さな王子の笑い声を聞くことができるでしょうか。星の王子様は単なる童話ではありません。それはせわしない現代を生きる私たちが時折立ち止まり、自分自身の心と対話し、人生において本当に価値あるものを見つめ直すための永遠の道しるべなのです。そして願わくは、この物語に触れたあなたの心にも王子が残した小さな星の光が灯り、日々の生活の中にささやかでも確かな希望と人間らしい豊かさを追求する小さな勇気が芽生えんことを。サンテグジュペリの魂は今もなお星々の彼方から私たちに優しく語りかけています。君の心の中の砂漠にもきっと井戸はあるのだよと。いかがでしたでしょうか。アントワーヌ・ド・サンテグジュペリが紡いだ星の王子様は、
読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける肝心なことは目には見えないというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる大切なものとはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような心の宝物を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することで、かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターでは、これからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。